なっちゃんこと麻生夏子です。私は今神奈川県の横浜市にある山下公園というところに来ています。山下公園はですね、もう横浜で最も有名な公園と言ってもいいと思うんですけれども、海外からもたくさんの人が集まる観光スポットでもあるんです。もうとってもね素敵で人気のあるところです。で今日は夜ね、なぜここに来ているかと言いますと、どうやらここからちょっと珍しいクルーズ船が出港するとのことでここに来ました。で普通にね、もう夜景をご紹介するだけでもいいと思うんですけれども、ちょっと一味違った夜景を今日はご紹介できればと思います。それでは行ってきます。どんなんなんだろう。まずはそのクルーズ船の内容を聞いてみることに。今日はこの世界でも珍しいクルーズ船なんですけれども、これはどういった内容のものになるんでしょうか。工場夜景とみなとみらいクルーズというクルーズでございまして、工場夜景と都会的な風景の両方が楽しめるというそんなクルーズですね。工場夜景っていうのは結構人気があるんですか。当社でも予想以上なんですけれども、もう10年以上、10年ぐらいですね。クルーズをやっておりまして、毎週末ほぼ満席で。工場夜景をもう狙いに、もうその写真を撮りに本当に来てる方が結構多いって感じ。そうですね。もう工場夜景というフレーズがもうかなりブームになっている時期がありまして、その目的のためにいらっしゃるという方がほとんどですね。当日プラットっていう方もいるんですけれども、その方も工場夜景見たいな、知ってるなっていう人が多いんですよ。ご乗船されるお客様がゆったりとしたクルーズというふうにお楽しみいただくよりは、もう景色、そしてそこの空間がどういう場所なのかということを、より詳しくガイドが説明してくれるので、そのもうストイックにやっぱ景色とその状況ですね、それを楽しんでくださる方が多いですね。どういったルートを通るんですか。ルートはですね、山下公園を出港いたしまして、こういったルートで運航いたします。山下公園を出港して、川崎に入りまして、で塩浜運河というね、羽田空港すぐそばの場所までやってまいります。この星がチェックポイントみたいな感じですか。そうですね、見どころですというところを。乗ったらなんか説明とかってあるんですか。声優や舞台で活躍している、スタッフがガイドとして乗船してくださいまして、そうなんですね。もう80分間みっちりもう喋りっぱなし。そうですね。皆さんをね、楽しい思いにしていただくように、説明してくれます。これが東和石油の昭和電工というこの2箇所がこのクルーズの中でも絶好のシャッターチャンス、見どころとなっております。こんな感じなんだ。もうなんかゲームのワンシーンのような。確かにファイナルファンタジーの世界観を思い出すとかって、そういうツイートもあります。そうですね。現実なんですけどちょっと現実じゃないみたいな。わかりました。じゃあ乗船楽しみにしてます。楽しんでってください。この工場夜景とみなとみらいクルーズは毎週金土日曜の夜7時30分に山下公園の乗り場から出港しています。行ってきまーす。出港しました。工場夜景みなとみらいクルーズスタート。さあ、まず左手側正面に大きな高いビルが見えてまいりました。さあ、こちら地上70階超高層ビル横浜ランドマークタワーでございます。こちらですね、高さ296メートルございまして、関東で一番高いビルでございます。さあ、そしてですね、そのお隣、頭頂部分から階段型のように見える大きな建物がですね、見えていると思います。さあ、こちらクイーンズスクエアと呼ばれる空港商業施設です。そして手前にはですね、今ちょうどライトアップしているかと思いますけれども、光の大観覧車コスモクロック21、打ち上げ花火をイメージしたライトアップアトラクション中でございます。さあ、そしてさらに左手側にはですね、ヨットの帆の形をした白い扇形の建物も見えております。さあ、こちらは横浜グランドインターコンチネンタルホテルです。みなとみらいの夜景を抜けると世界最大級の斜張橋横浜ベイブリッジが。
風がすごいです。で結構ここに来ると寒いです。なので毛布の貸し出しサービスなんかもあります。結構寒いんで防寒対策はしっかりした方がいいと思います。でもとはいえね、すごいスピード感感じるし、とっても気持ちいいです。なんか幻想的ですね。さあ左前方エリア、輝く2本の煙突がある工場がさあ見えてまいりました。こちら川崎天然ガス発電株式会社でございます。さあこちら天然ガスを使って発電している工場、天然ガスを燃やす熱のエネルギー、蒸気のエネルギー2つを使って効率よく発電しております。このクルーズの運航時間は80分。その間見どころがずっと続くので全く退屈することなく見学することができます。そして船は進み、おすすめエリア第1弾見えてきました。左手ですね。なんだなんだ、皆様きっとこれを見に来たと思うんですけれども、すごいな。なんて形容したらいいだろう。なんか映画に出てくるような。さあ本クルーズおすすめ工場夜景スポット第1弾、すごい。東和石油水江工場で石ござ油のいます。工場だ。さあお時間の限りたっぷり煙と突の上から煙が出てますね。あ、ちょっと匂いもちょっとまた独特の、ちょっと嗅いだことのない匂いがします。なんて言ったらいいんだこの香りは。でもね、きっとここが工場なんだろうなっていう香りがします。石油の工場ってこんな感じなんだ。このクルーズのおすすめスポットである東和石油の工場夜景は美しいという理由でファンも多く、この場所に来ると写真撮影者が増えるんだとか。でもその気持ちもわかりますね。面白いな。なんか説明いかなきゃ何なのかさっぱりわかんないものだらけなんですけど、それでも見ててワクワクしますね。少年心というか、そういうもの刺激されてる感じです。ここでとても説明がわかりやすいと評判のガイド白岩さんに工場夜景クルーズの魅力を伺ってみました。このクルージングの表情が毎回変わるんですよ。どういうことですか、その表情っていうのは。ですね、みなとみらい地区からこちらまで来るんですけども、時々今日もあったんですけど、車を運ぶ専用の船の自動車専用船あったりとか、あと大桟橋にめちゃくちゃ超豪華な豪華客船止まっていたりとかですね、本当毎回こう来るたびに変わる景色が僕も読めないものなんですけども、イレギュラーなことがですね面白いので、特にそちらをお勧めしたいかなと。工場といえどやっぱりこう見られる景色っていうのは毎回本当にもうとってもいっぱいね、多分乗られてる白輪さんが一番ご存知だと思うんですけど、それでもやっぱりじゃあ同じ景色はちょっとやっぱり一度としてないというか、その全てがの組み合わせがちょっと雨が降ってる方が例えばちょっと幻想的に写真撮れるとかですね、その天候の変わり方でもちょっとこうレア度が変わってきたりとか、見方が変わってきたりとか。普通の夜景クルーズだと単純に美しさメインだと思うんですけども、こちらちょっとこの稼働している動きとか音とか、視覚、聴覚、嗅覚と匂いとかも薬品作ってたりとかする工場もあるので、普通の夜景クルーズとは違うその面白みがですねあるので、そういうところもちょっとこう見どころでやはりおすすめ。おっしゃってましたね、視覚、聴覚、嗅覚で、確かにその嗅覚でさっきそのね石油の工場の前撮ったらやっぱちょっと今まで嗅いだことのない香りがしたりとか、そういうことですね。そうです。これからまたもっとすごいところ行くと思うので。わかりました。ありがとうございます。すみません、お仕事中お話聞かせていただきました。ありがとうございます。ここで船は反転し再び横浜方面へ。そしてそろそろ進行方向右前方エリア本クルーズおすすめ工場夜景スポット第2弾、昭和電工扇町工場です。先ほどの第1弾は海に浮かぶお城みたいな感じでしたけれども、こちらは海に浮かぶ要塞と言えるような大きな工場です。工場って明かりのつけ方が独特ですよね。なんかこうむき出しで、なんか目立つようになんでしょうけど、なんかこう電気が一個一個むき出しにこうついてるのが多分夜になるとキラキラ光ってちょっと幻想的な感じに見えるんですかね。正面に何やらまたちょっとすごい建物が見えてきましたよ。なんか
からまた面白い形ですよ。なんかロボットみたいな形した建物ですね。見る人によって見え方が全く変わってくる工場夜景。今回あいにくの小雨で動画ではあまり綺麗に映っていないのですが、感度のいいカメラで写真を撮るとご覧のようにとても幻想的な写真を撮ることができます。皆さんもぜひ美しい工場夜景の世界を映してみませんか？工場の夜景クルージング行ってまいりました。最初はですね、本当出港するってなった時にも雨が降っちゃって、もうどうなることかなと思ったんですけども、途中はちゃんと止みまして、バッチリ本当に素敵な風景見られました。思ったのが、その工場一つ一つがね、こうちょっとしたそのなんかキャラクターだったりとかね、こうなんかこういろんなものにこうなんか見えて、こうなんだろうな、光のつき方とかが本当に一個一個違うんですね。なんかその個性が本当にこう生き物が動いてるみたいな感じがして、それがとっても面白かったです。私こういろんなねところを見てみましたけど、こうみなとみらいの夜景とまた工場の夜景とそれぞれ違う良さがあって、なかなか普段では見られないようなこう幻想的な風景が見られて、とっても、ね、素晴らしい時間でした。これはね、ぜひ見ないと分かりません。皆さんぜひね、横浜に来てこの工場夜景クルージングぜひぜひ楽しんでみてください。絶対楽しいです。